はい、金坊主です。今回の動画は、キントーンを、Excel みたいにね、使ってみようと思う人多いと思うんですね。Excel の情報をキントーンに取り込む、CSV をキントーンに取り込むと。で、キントーンを Excel っぽく使えたら楽だよねと。普通のキントーンの機能だけじゃなくて、Excel のいいところをキントーンにも取り入れたいと。で、その説明に使うときに、プラグインとかね、連携サービスいくつかちょっと試してみて、こういうことができますよっていうのを今日はお話ししようかなというふうに思います。まず、キントーンのね、この画面を見ていただいて、レコードをね、この一覧画面っていうのと、そして詳細画面っていうのに分かれるんですけれども、この一覧画面でレコードを編集しようと思ったときですね。ここの鉛筆マークを押して、で、編集をすることができるんですね。ただ、毎回この鉛筆マークを押さないといけないというめんどくささがある。普通に Excel でいくと、ここカチッとしたらね、修正できるんですけれども、キントーンの標準だとこれはできないと。じゃあ、プラグインとかね、いろいろ見てみようかなと思います。で、まず、キントーンスプレッドシートって検索すると、一番上に検索順位で上がってくるのが、このキントーンスプレッドシートプラグイン。Excel-like な UI 試してみようと、サイボーズのデベロッパーネットワークで書かれているものですけれども、そもそもこのプラグインは開発のためのサンプルでサポート対象外ですよっていうようなプラグインなので、こういうことができますよ。試してみてくださいねっていう部分ですね。で、さらに、このカスタマイズはバージョン 6.22 を利用していますが、バージョン 7.0 以降を利用する際は、有償ライセンスを購入してねとか書いてますので、このあたりね、しっかり読んでみてもらって、使う使わないを検討していただけたらなというふうに思います。で、すでにこちらでセッティングをね、しているものがあります。こちら。これはプラグインを先ほどのキントーンスプレッドシートのプラグインの方を設定して、で、その一覧を表示しました。例えばこの5月24日をね、クリックして、直接編集ができると。で、編集したやつが、こっちでもね、しっかりと反映されてますので、若干 Excel チックには使えるかなと思います。ただ、この幅をね、ちょっと修正したいなとか、あとこのテーブル情報って、テーブルを1個作ってるんですけれども、このテーブルの情報が反映されなかったりします。標準機能で全てっていうのがね、確実に出てきますけれども、これでいくとテーブルのやつは出てこないんですよ。テーブルをこの一覧に設定しないと出てこないので、こういうふうにやってポチッと押すとこのテーブルの情報が出てくるようになると。これは標準機能でもできますけれども、ここの情報をパチパチっとダブルクリックしても編集はできない。先ほどのスプレッドシートのプラグインでは、ここは表示されないというふうになっております。次に、プラグインといえば有名な TIS さんが公開している Kintone Grid Editor プラグイン。こちらを設定して使ってみようかなと思います。でこちらがそのプラグイン設定した画面です。クリックすると、名前が変更できたりしますので、これはやっぱ Excel-like に使えるんじゃないかなというふうに思います。で先ほどと違ってカレンダーもね、ここで選択できたりしますので、普通にここの日付を変えることもできれば、カレンダーで選択することもできたりします。で男性、女性とかね、このドロップダウンとかも反映される。ただ、テーブルの情報はね、反映されないですね。これはプラグインの方で、こちら、一覧の画面ではテーブル情報っていうのをね、入れてます。テーブルって情報を入れてアプリを更新していますけれども、先ほどのプラグインの画面ではテーブルの情報は出てこないと。でもちろんここでね、レコードをね、削除することもできたりします。レコードの詳細画面を見るボタンもありますので、非常に便利なプラグインかなというふうには思っております。最後に、キントーンと Excel といえば、一番有名なのはやっぱクルーシート。グレープシティさんのクルーシートかなと思います。クルーシートもちょっとね、設定できるので、ちょっと試してみようかなと思いますが、ちょっと見た目もね、より Excel に似てるかなと思います。もっとね、細かい機能いろいろ設定できるんですけれども、今日はそこまでね、設定の話はしないですけれども、
こういうふうにExcel のようにね、設定をして、で、表計算とか、もしくは書式とかデータであっても集計行とか、その関数とかもね、使えたりしますので、もうほぼほぼ Excel のように使えると思っていただけたらなと思います。で、これのね、いいところ、いろいろあるんですけれども、今回でいくとテーブルの情報をね、下にね、表示することができるんですね。これ僕が住んだことがあるね、地域入れてて、鹿児島にしましょう。鹿児島にして保存します。すると、こちらね、鹿児島っていう風に変わってると思うんです。3つね、紹介しましたサイボーズのデベロッパーネットワークで公開されているスプレッドシートのプラグイン、そして TIS さんで公開しているグリッドエディターのプラグイン、で、最後にグループシティさんが有償で提供されていますクルーシート。それぞれね、やっぱメリット、デメリットありますね。お金払わないと使えないクルーシート。無料やけれども、制限かかっているようなプラグインもありますので、もちろんね、クルーシートはね、非常に便利で使いやすいんですけれども、そこまでコストかけるかかけないかっていうところはちょっと考えないといけないのかなというふうに思います。Excel からね、キントーンに移行したのに、Excel っぽくしてどうするんだみたいなね、人もいるんですけど、別に Excel が悪いわけじゃないんですよね。Excel は Excel でね、すごくいいところがあると。ただ、Excel ではできないところですね。情報共有がちょっとしにくかったりとか、入力するときに、いろんな人がね、入力する場合にちょっと難があるなっていう場合とかのためにキントーンが。結局キントーンもですよ。ここでファイルに書き出すっていうのがあって、ここでね、CSV にね、書き出すことができるんですね。で、こちらね、CSV に書き出すことができると。なので、キントーンと Excel は喧嘩してるわけじゃないんですよ。Excel でできないことをキントーンでやる。そしてキントーンでできて、またそれを Excel に書き出して活用するってこともありますので、そのあたりで、あとは入力のやりやすさ、キントーンの方がちょっとやりにくいなって考えるんであれば、クルーシートとかプラグインとか使って、Excel に寄せるっていうよりは、より入力しやすい形を探していくっていうイメージなのかなというふうに思っております。今回ご紹介したね、サービスのリンクは概要欄に貼っておきますので、気になる方がいたらご確認いただけたらなというふうに思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me.